80。おはようございます。そうやな、お母さんの味かもしれんな。お腹空いてやろうっていうの。やっぱりおかみさんやと思うわ。元気やで。何年ぐらい通われてるんですか50年ぐらい。親子3代や。前や。最初嫌やったけど、まあまあ面白くなってきたというか、じゃあお客さんがいっぱい来てくれるから、しんどうとも頑張るかな。ありがとう。おはようございます。じゃがいもは近所の人から。そうそう。畑のくずみたいなのをみんな持ってきてくれるから、だからポテトサラダにする。もったいないやろ。よいしょ。しもた。ジュース持っていき忘れた。これは青じそのジュース。これは売るもんじゃないんやけど、作っとってみんなに飲ましてあげる。後で飲ましてあげるからな。美味しいんやね。はい。つまり今度の大きいとあれがあるからもう段取りが狂ってしまうんや。こんな仕事ができんやん私。ほんまな、これいっぱいな、いつも作っとくんや。筋がこんから作れん。2時間ぐらいかかるからな。味しみるまでですね。
水で溶くよりおでんにつけるからしつけん人の方が多いんやけどな味が濃いからな自分がしたし32年やから56年ぐらいになるかなひょっとしたら今おいくつなんですか80一人でしょったお母さんがもともと子供が多かったからな子供の店やったんや駄菓子屋とかなお好みとかあの鉄板なじゃあそこにある鉄板ももうずっとそうそうお店ができた時からのずっと使ってる鉄板なんですどうしてお店を引き継がれるというか母親が急にな倒れたからしたくなかったんやけどみんなにもったいない言われてしただけ初めはあんま乗り気じゃなかったんですか乗り気じゃないどころかもう今でも嫌や料理自体はお母さんの味っていうそうやなお母さんの味かもしれんなおでんなんかでも聞いてなかったんやけど自分が食べとったから分かっただけでなだからみんななレシピ教えて言うんやけど教えられんねん分量で入れるからもう感覚やタイヤなこれにしたら結構みんな喜んで食べてくれるんやまたするかどうか知らんけど小学校の中でしよった枝はなすぐ取れるからここらの人は幸いいらんのでもなこうやってしとったらな美味しいしな県外の人はよう食べてくれるからじゃあ佐野さんもずっとこの佃の町で生まれ育った、そう今はもうあんまりないけどない何十隻もおったから石運ぶ船が今おらんよ男の人はみんな船で神戸とか大阪とか行けたからな佃いうとこはほとんど関西弁に近いんやここだけ小豆島でもここだけまあ人はもう全然おらんなってしもうたな子供がだけでも500人も600人もおって子供だけでまあ時々子供が来るけど2人か3人かがパラパラと来るだけや今おらん
2枚ずつ入れるからな、うやっぱブースじゃないといかんから。掃除しとるからいいって言ってくれる。80円ですからね。これ最近ね、税込み税抜き表示、それ君で数量が月3000円でお支払い。これ入ってないから。ああ、これ。変えることできますよね。一度変えると13%。来たね今日もおでん食べるわはい。これにこれ手ですくったらええやん。ああカツは何するキャベツ持ってカツ出すのかうち姫路の調味料屋やねんで順番にお客様おでんを使ってて美味しいです冷やしうどん2玉ですか2玉1玉1玉ね。あはいはいはい。ほんでそれ以外にカツあげてくれへんはい。おのしっかりとかなあかんな佃煮屋さん容器あるから。美味しいなんてええわ生姜よう効いてて美あ、味しい生姜ね。はい。はい生姜たっぷりど入れます。美味しいな今日は何を頼まれたんですか？牛すじとこんにゃくと豆腐おでんのつゆは継ぎ足していってると思うのでしっかりといい味出してるまずそれが一番あととんかつええよこれはなあここであげてくれはんのがお店の気に入ってるところとかありますか？やっぱりおかみさんやと思うわ元気やで仕事できて船で帰る前に食事できると思ってないやろこういうお店大切やと思う1880円です。はいこれ、はいありがとねここにはなんか行ったことなかったけど。ローキンポン。あれだもの。何年ぐらい通われてるんですか50年ぐらいやな。50年ぐらい。だから僕の子供も。親子さん代や。前や。何がおすすめとかおでん。筋がお店のこうずっと気に入ってるところというか味かな。味。
まあいいよ、お味。マジよ。南蛮漬けで。南蛮漬けで。どっちが南蛮漬けやった？こっちな。すごく懐かしいというか美味しい。よくお店には来られるんですか？ 2回目。料理はいかがですか？美味しかったよ。おでん最高やもんね。可愛いお母ちゃんと多分来たらまた来るやろうと。地元の。そうそうそう、地元の人。小豆島のしか使わんわ。えら。美味しいですね。開いててよかったです。もう来てるんですけど、時間帯で寄ったらもう座れん時が多いんで、もう美味しいし量もたっぷり入ってるし安いですね。今時の値段ではないですね。ABC がすでに報道してたんですけど、安全、繁栄、自由の新時代を立ち上げるんだと、このような言葉もありました。進めるもんはな、入るもんはね、缶は進めて置いとったら。あ、さつまいも、あそこにあるから、さつまいも切っとこうか。で
32年間同じ場所でずっと味を守ってきたっていうことですよね。そうやな。まあでも嫌なこといっぱいあったからやめようと思っても何回もあるけどな。お店を続けてこれた理由というか。そうなんやろ、何やろな。最初嫌やったけど、まあまあ面白くなってきたというか、じゃあお客さんがいっぱい来てくれるから、しんどうとも頑張るかな。お客さんおらんかったらもうどうしようもないけどな。お客さんとも結構楽しそうに話されてるのを。そうや。知り合いでなくても結構普通に喋るから。このから敬語なんか使わんよ。1927年生まれだから、97。昭和で言ったら昭和2年。今お一人で生活されてるんですか？いや、息子がおります。忙しい時は手伝うけど、そうでない時はそう。それだけしかお客さん来ませんもん。何年ぐらい続けられてるんですか？もう50年余りになるね。先代がね、大正の初めぐらいからシャツとかズボンとか雑貨を売ってた。ね、まだ鉄道ができてない時はね、高松からこう来てこの道しかなかった。だから32つらしいです。食堂はもう終戦に なってから、自分も40くらいになってから始めたんだったかな。終戦後やからの仕事はないし、車が通りだったから車を相手の商売しようっていう。そばは何割そばとか10割。メリケン粉全然入れないです。メリケン粉のアレルギーの方おるでしょ。そんな方がおって食べられないって言うんですよ。それでもう10割にした。
もう10割何十年にもなりますね。自分のとこで同じ機械を譲ってもらって構えてある。これで作ります。息子が引いてくれる。昔はこの地元のお蕎麦粉地を、元のお蕎麦でやるやつで、だんだん少なくなってきた。今はもう北海道産が多いね。国産、外国産は使わない。だしはね、初節とかいりことかだし粉とか昔の人がしよったようなことしか知らんから。いや、そばの実いいと思ってきたんだけど、なんかビーズとかこれはよく知るけど、これとこれは。焼き飯とおにぎり、ああいうのお寿司とかって取れるときは作るけど、今はもう取れないしね。でないと真冬に来て、ああいう寿司くださいって言って、それはもう、あれはまだ卵ですって。6月1日から解禁だけどね、もう梅雨が明けんと、川の水が出るから取れないからね。
ってきます。そば作りは誰かから教わったんですか？子供の頃からほら、ばあさんがお祭りでやったら大体作ってましたからね、こんな田舎では。でそんなの見て、お蕎麦の作り方の本を買うてきて読んだり。この辺りはじゃあそばをずっと昔から？作ってましたね。昔はこの石臼で、この穴からそばの実を入れて、これを押さえてこうやって回すと。これを挟めていいかな。本を読むの好きだから、明治時代の小説が面白い。三章太夫だとか、吾輩が猫であるとかね、ああいうふうなのが面白い。この本だったってお客さんが置いて帰って読めってて。おにぎりだけだったかね。生まれたのは大豊町になる。この橋から向こうが大豊町、高知県。徳島と高知の境にあるところですもんね。幼少期と比べてこの辺りは町の雰囲気は変わりました？そうですね。国道だけで7、80人おったね。それが今もう3人だけ。子供は大人になったら都会へ行って就職するでしょ。そしたら戻ってこない。向井さんは何人兄弟になられる？8人ですか？で姉が2人おりますよ。100歳過ぎたって言われて。で弟もみんな元気な。姉おったけどもう2人とも戦死しちゃった。1人の姉は帝大まで行ったけど、東大で出てた法学部、頭が良かったよ。その影響とかもあってやっぱり本読まれたり勉強されたりはお好きだった？そりゃそうですね。戦争が激しくなってきて、自分はもう中学時代から兵隊さんがするようなことを、女の人をなぎなたとか
そんなのやらされたけど、もう本当に勉強度なんて高い月謝を払うけどそうそうしなかったんで、終わった時は自分卒業式が。崩れませんでした。平幕の錦木、高安、もう大野里は霧島戦を終えています。若元春、王鵬、熱海富士に御嶽海。お休みとかはあるんですか？休みって別に誰かのお見舞いに行くとか葬式があって行くとかってそんな時だけでね。正月も明けるし365 15日明けてると思う。大変って感じたら休み構えるわ。その代わりお客さん少ないからこうやって本読んでさ楽しみにして休んだらこれするのがしんどい。だから毎日開けてる方が気が楽な。そうですね。
この時間までの最高気温各地で見ていくと、特に西日本、東海から西の地域で高いんですけども、30度台前半とか、そう、明日午前になると、明日広く雨が降るのは北陸の不都合となりそうです。東京圏ではおよそ11万5000人が転入となっています。そのお店をしてて嬉しいことってありますか？嬉しいこと。もう50年余り続けてきたけど、美味しかったですよっていう方はおりますけどね。空いてるんだろうかと思ってきたら空いとったって言ってくれる方もおりますけどね。それは嬉しいですね。毎日が楽しいな、楽しい。今日はどんなお客さんが来てくれるかな、なんて。人とお話しするっていうことはいろんなことを自分の知らんことを教えてもらったりとか退屈はしませんね。最初の頃はそう思わなかったけど今はそう思うね、やっぱりしよってよかったなって、それが自分の生きがいかなって思って。タンメンの店やけど、タンメンがほとんどやけどな。豚の出汁なんですね。ポンちゃんのやつ。何も入れてない。タンメンはキャベツと人参もやし、キャベツはもううちのメインで。お店を始められる前は何をされてたんですか？銀行にな、行員の人の寮があったの。寮の食事を作る手伝いというか。お店がお休みの日とかはハイキングというか、昨日山柄見に行った。鳥かわいいな。野鳥ですね。ひまわりの種、あれあげたらごっつ寄ってくるんよ。これ見に行こうやって、ほな行こっかやって言っとった。昭和41年にお店が。おばさんやが始めて。どういったご関係というか創業者の方とこの場所を提供しとったり借りてくれとったりが年取ったからもうやめるって言って、いやおっちゃんの味をなくしたらいかんというんで私らが継がしてもらったというか、全然こんな店やこんな経験ないし、なんか全部教えるからって言われて、ほなしようかって言って主人としよったんやけど、主人が住んで亡くなった。どうしようかな、こんなんできんしと思いよったら、ちょうどお客さんが休んだ時に来てくれて、ほんで「いや店してよ」やって言われて、この言葉に押されたというか、ずっとさしてもらう。
ただこうやってつけてあるだけ。白菜と人参と生姜。好きな人は好きかな。それも先代の味というか。そうそう。タンメンよう合うって中に入れて食べよう人も雑炊みたいな感じ。これ作れたやつよ。固まったわ。ちょっとだけ。小学校の時の同級生のお母さんやからずーっと、面倒見てもらって、昔ちょっとだけお世話になってたんですよ、ここで。で一回離れてたんですけど、結婚して子育て始まってコロナをきっかけに仕事を辞めて戻ってきました。めっちゃ働きやすいです。もうおばちゃん優しいし、お母さんみたいな感じで第二の母。南出す前にな、どうかな。こちらがもう手で一つ一つ包まれた。そうですそうです。手作りで。餃子はどんな具材が入ってるんですか？キャベツが多い肉餃子というよりは野菜餃子やな。全て先代からのつまりいい加減やな。いい加減でやっております。じゃあ私がちっちゃいのが10個で1人前。ハーフも知っとる人は知っとるけど食べれんやる気やほな焼いて食べようかっていうようになって焼いた。そうじゃそうじゃ。値段もハー半分フになる。250円。タンメンと餃子ハーフとご飯でちょうど1000円な。上手に知っとうよな、お客さんの方が。どのメニューがよく出たりしますか？でもタンメンがやっぱり多いです。シーズンによって美味しいキャベツ出してますんで、県内のキャベツとか材料を使って準備はしてるんですよ。地産地消で。徳島ラーメンじゃないんで、あっさりのラーメン、醤油ラーメンってあんまりないから結構来てくれるんですよね。胡椒辛いからちょっと胡椒抜きでとか胡椒控えめでとか、こうお客さんも知ってて注文してくれます。前の字はそのまま。あれを変えたくないけん、おばちゃんはもう絶対に変えない。もうそのまま上からペタって貼って値段変えて値段はねちょっと上がったよね。何年か前にちょっと上がって。それでもラーメンは500円。ワンタン麺は600円。古いだろう、メニューな。
タンメンってこの辺では難しいからね、美味しいですね。20年、30年前からほとんどあんまり値段が上がってないんですよ。650円ですよ。ラーメン500円で食べれるとかありますよね。はい。ご飯。はい。ご飯入れです。いらっしゃい。ご飯の塩をした。もうないと思う。もうありがとう。全然こう比べようがないもんね。この味はね。1番と1番と3番。いらっしゃいませ。はい、タンメンご飯です。5点からで。はい。私小学生の時から50年にはなると思う。お店の人全員買いらしいにもタンメンが美味しいしね。そうですね。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。ただいま。はい、ラーメン、餃子です。餃子。お店はよく来られるんですか？いや、初めてです。友達なのに。美味しい。さっぱりしてますね。また来ます。もう終わったの？中学校。建物は何年ぐらい？戦後すぐだろう。70年はなる。こちらのお盆は何年ぐらい使われてるんですか40年、50年になるんちゃうのかた。年季が入って。年季が、お店の道具は先代の方からずっとこう引き継がれて。先代さんが始めた時からというと、全部一緒。だけど先代の時から来よったの。毎回タンメンを頼まれるんですか？タンメンと餃子セットでな。まあ秋にね、秋があるじゃない。はい、ビール、はい。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。いらっしゃい。650円いただきます。ありがとうございます。はい、どうぞ。ワンタンでいいです。餃子いきます。どうぞ。
わからんけど。ほら、アホだけど、水道局をかすかに広がったら、俺も合わせたように新しいのを買い足しすぎるから。お願いします。井上さんと長年一緒にいらっしゃると思うんですけど、井上さんってどんな方とか？もうね、優しいし、人の悪口絶対言わんし、でいつも心配してくれる。やけどせられんじょとかいけるでいけるでって言っていつも心配してくれる。いい加減でいい加減と飽きないでっていう言葉が大好きな人だね。失礼します。はい、タンメンです。毎年忙しくしてるから。明日休みだろ。この黒電話は今でも今でも現役。この全部出た古いもんばっかり。今日も朝からずっとこう働きつくのというか、忙しかったらちょっと洗い物でもとかんとあれかなと思ってしようだけ今おいくつなんですか？ど76になったんちゃうかな。ずっと続けてこれた秘訣というか。みんなが食べに来てくれよ食べに来てくれるのと、まあ自分が健康やけんできるな。元気が一番ちゃう。元気でなかったらこう作れんし、元気なうちはまあにみんなが手伝ってくれる間はぼちぼちな、細く長くな、お客さんが来てくれる限り、自分の体力がある限りまあしようかなと思って。健康的にそうな。大将
はい美味しさっていうか味があるな。昔から食べられとるけど麺が好きなんと味やねやっぱり。いいよ普通に。もうお父さんのお米の味を生かすだけで、まあ、お父さんのお米食べてみてください。はい、ありがとうね。はい、大です。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、ありがとう。はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。お揚げさんと具を炊いています。きつね寿司のこっちはその中に入る具、人参、たけのこ、れんこん、お揚げ、しいたけ、グリーンピース6種類。さあまあお寿司をして肩がつくいう感じ、そこまでは自分の分量ですわ。こういうの長持ちするね。日本のこれは最初から使ってるの。もうこれでちょっと溶けたんで。手の感覚でこう毎日のこの重さいうんか感いうんか。出して蒸らす。最初はばら寿司からついていきます。入れます。49年に始めた時は手打ちうどんの店でおばあさんとおじいさんとで3人でやっとったんやけど、じいちゃんがリタイアして、ばあちゃんもリタイアして、娘がもう20歳ぐらいが手伝ってくれだして、あとは2人でしよったんやけど、お父さんが退職してからは皿洗いに専念してくれるようになったんです。だからもう50年が来たい、丸50年が済んだり。私のはもう塩だけのシンプルさんなんです。もうお父さんのお米の味を生かすだけで、ご飯ももうなくなったらやめて、もう自分で決まっただけしか炊かんのです。もったいない主義。所定の場所に置きます。この陳列も50年選手です。わきまけるとこでした。
ようやるんです。まだまだ薄いからな。煮詰めて水分減ったらまた足して。もう先に切ってあるんですか？湯がいとる方がおでんの中でくっつかんのです。くっついたらもう取れないから割れるんや。潰れたらいかん。これは補充で、これはこのよく使ってるのが好きな人もおるんです。決めておりまして、いいんですか？前日に。はい、これは前日に。スープはどういった？鶏ガラ、これと海鮮スープと昆布をさして、今やったら白菜の葉っぱ、キャベツと玉ねぎと人参ぐらい放り込むんです。コンビニもなかった。私と口も卵屋さんして。特別バージョンです。海苔の帽子、帽子的みんなつかんないけど。まあ、お父さんのお米食べてみてくれ。今からやったら、まあ、きゅうりとかだんだんそういう時期になってくるの全部作ってくれたのを使います。田舎の味噌汁です。火がな出てくるから危ないからな。これでカバーして父さんが作り直してくれたと思う。歯ごぼえでね、讃岐特有のこれごぼうなんや。これが歯で、これが茎。軸も一緒に食べれる。こちらが百花。百花万倍でね。
精米しとんかてをちょっと置いたんよ、これ返して。こちらがお店で使われてる。そうそうそう、うん。いらん分は。よし。これはその100回が万倍って言ったやろ。冷凍にしとる分を今から味付けして。こんな手に交換ある。あ、高菜なんですか。うん、高菜やと思うよ。全国版は。ごめんよ。お母さんが色がしてるから。ごめんなよ。もうちょっとやな。もうちょっとで完成。うん。うん。そう、香りが。うん、するやろ。このごぼうがなかったらまた美味しくない。軸だけではな、美味しくないんで。これの方がどこでもあるよ。そうそうあるよな。赤い字にずっと出てるよ。気がしになってしまう。これが今のハゴボが、そっちの分がこれにつけたらこれ。今日はなんぼ出るかないうぐらい。みんなぶどう屋さん行ったらネギ盛り上げとうけどな。はい、食べました。今から出します。この白さで。はい、取れました。骨の髄まで出てます。子供が2人ぐらいお座敷の方。おむすびほんで1つとご飯1つと。4つやね。4つ。うん。
こうな豆腐のはい。30年ぐらいになるかな。その前からわしが若い時から来よったけど、もう昔から食べ慣れとるけん、ここはこってり系の麺が好きなんと味やね、やっぱり美味しいって。美味しいね。美味しいね。チキンそばの大盛り。大で。前半よりも岩が多い場所です。はい、台ができました。はい、終わりね。はい。残していきたいですね。おでんは何を選ばれたんですか？筋肉と卵。はいどうぞ。はいここ置きます。はいどうぞ。はい、760円の次。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。こう行く？こっち行く？私は、はいどうぞどうぞ。2つ。いらっしゃいませ。これで途中で今リュウジロロン来たんはい。はい、お待たせしました。ちょっとそのボケそらもおらんで。光子がな、そうそうそう。もう60何年の本当ですか？いつも中華そばバナナの店にないな美味しさっていうか味があるな、はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、こんにちは。はい、どうぞ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。ありがとうございます。熱いお茶がね。はい。カレーが1つ。あとは中華。7つ。7つが中華。7つが中華。はい。
小行きます。大小行って小行きます。はい。はい、先生どうぞ。はい。どうぞ。よし。ごめん。普通に朝9時から夕方5時までで、今日はここへ美味しいラーメンを食べようって美味しい。美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。どうぞ。私初めてなんです。私3回目。美味しいですよね。このね、すごくホッとするお味。ありがとうございます。はい、どうぞ。発射場から打ち上げられる予定でしたが、直前に。ここはな、久しぶりに来た。仕事で来よったけんな。しょっちゅう寄りよったんやけど。中華そばのお味はいかがですか？まあまあ変わってないな。はい、こんにちは。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。中華そば2つとおにぎり。竹村さんとこ。はい。はいはいはい。はい、いいですよ。目指しないけど。目指しない一つも。騒ぐと怒られる。そうなそうな。おでんが2本。はい。いらっしゃいませ。どうぞ。中華そば。大です。はい。大がいい。三大から。ありがとうございます。この辺の仕事するの。そうそう。はい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 。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、大です。はい。はい、すみません。ありがとうございます。い
23回来たことがあります。中華そばの大盛りです。味が舌に残るっていうか、独特なその風味というか、そういう味が出ていて美味しいです。ありがとうございます。それは飲んでるの？まだ出てしまった。大です。はい。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、ありがとう。はい、どうぞ。あ、そうそう。大将です。はい。そうだよね。上な。はい、ましょう。はい、どうぞ。ありがとうございます。It's very good. Yes, good. It's good. サラダよ。どうぞ。3月15日で50年金婚式です。お父さんに支えられとるからこれ店が続けられたんです。お店はこれからもずっと、体の続く限りね、もう楽しみで苦しみにしないように楽しみでやっていきます。はい、どうぞ。はい、ありがとうね。ありがとうございます。商売をしとってね、開業は平成元年で9年に鍋焼きラーメンを始められて、初めはね、お好み屋と駄菓子屋さんみたいな感じです。そうそう、それをしよってスープの味がちょっとできたき、それでラーメンやれたってからです。平日だけ1個で、こんな感じで。うちのラーメンは玉ねぎが一番入るね。玉ねぎで甘みを取って他のもんをいろんなもんを入れんとよね。じゃあ時期によってぐちゃぐちゃに切って入れたら濁ってしまうき、もうその丸ごと、全部のける。これをしちゃった方が臭みもなくなるし、食べやすい。そう10キロあるき、この両方で。硬い筋とかをこうやって触って抜ける。3
3本ぐらいが1日分こんな感じで。なるべく須崎のものを使いたいなと思って、喧嘩もさん近くに工場がある場合やけど地元の、醤油もちくわもで麺は高知市で関西麺業さんのを使いやっぱり鍋焼きラーメンの麺はちょっと違うんですか？そう伸びにくい麺にシチューに、最後にコシがあるコシがあって、それもじゃあずっとお母様はそう最初からずっと、どうして鍋焼きラーメンというかこの子らが小さい時に私鍋焼きラーメンを作って食べらっしゃったきね、はい、家庭料理っていうことで、昔ね谷口食堂ってあったかよ。谷口食堂のラーメンがものすごい美味しかったきね、それを再現するにもうスープは何年もかかったかです。これは顔拭き用、はい、顔拭き汗拭き用で、髪のおしぼりはもうみんなに。それはお母様がお母さんが昔から始められたんです。へえ。どうぞ。はい、醤油の波が3つ。ニンニクホルモン鍋焼きラーメン並。波です。はい。油断してた。塩ね。はい。塩の大で。麺は片で。2秒しか茹でられないんですか？そう、ここでちょっとずつこのスープを吸って柔らかくなっていくき、お客さんの食べ方によって味が変わっていくき、
お店にはよく来られるんですか？いや、ここは久しぶり。お味いかがですか？塩を置いてるのはあんまりないんじゃないですかね。キムチの特大にしようか。特大です。米大。僕はニンニクの大小ご飯で。この人同級生なんだけどお肉があんまり好きじゃないけどちょっとすごいニンニク大です。大です。はい、ありがとうございます。特大です。はい。よし。お待たせしました。キムチ特大。はい、ありがとうございます。すいません。うん、美味しいで。週どのくらいの感じで来れるんですか？週1ぐらい。キムチの醤油のこれ特大。これ大。これ大です。暑い時にも暑いものはあんまり食べたくはないけど、それでもね美味しいき汗かきながら。いらっしゃいませ。醤油の波と塩の波で。はい。波と醤油の波。4番です。兵庫県の姫路市から。姫路からご旅行か何かで？長焼きも初めてですか？醤油と塩。美味しいです。あっさりとね。あっさりしてて。お出汁もね、和風のお出汁。はい、カレーです。カレー並。はい。カウンター3です。いらっしゃいませ。可愛いよ、可愛いけど。可愛いけど、まできるか。はい。いらっしゃいませ。はい。はい。はい。
焼きラーメンの特大とご飯の中。ご飯と麺でごすか？飯と麺が先に一緒に入っちゃう。ニンニク特大です。はい。塩並みです。はい。お二人は今日初めて来られた。初四国です。なんだこれ。美味しい。うん。うん。これで、ここで。はい。しょう。ツーリングで泊まってそれで今一緒にもういつも通りの美味しい私塩ラーメン美味しかったありがとうございました、なるべく2つください。醤油の波2つ。はい。波2つです。波です。波です。ありがとうございます。4番波です。はい。お待たせしました。波です。熱いので気をつけてください。愛知県から観光で来てるんで、テレビで見たもんです。テレビで一度は食べてみたかったんです。うん。美味しい。いらっしゃいませ。2人ですね。醤油の大2つとご飯の小の中で。今日は仕事でこっちの方来てて年に 1,2 回ぐらいですか。ありがとうございます。今日は鍋焼きラーメンの醤油味です。このスープの味が好きです。美味しいですね。美味しいです。
お待たせしました。中で。また熱くなってます。洗うが。ガスがもう洗うて30機。自分に変わったら3年前かな。やり方も全部この子に教えたことない。もう見て盗むみたいな。自分が元からラーメンが大好きやったき、だけどラーメンを食べん日はないね。ラーメンっていうのはやっぱりお母さんの、そう、この鍋焼きがすごい好きで、これで育った感じやき、鍋焼きは全然飽きんくって、本当に鍋焼きラーメン奥が深いです。本当に。昔からやるよね。何年ぐらいお店は32年。大方の人がね、遊ぶ部屋やね、どっちか言ったら。友達がいっぱいおるんや、おばさん。楽しいことばっかり。もう幸せいっぱい。ここからで踊るよ、みこちゃん。一番右がみこちゃん。このコーヒーカップからこんなんも一個も買うたことないよ。全部いただきも。全部よ。みんながこうやってね、持ってきてくれるの。でもね、もう粗末にせんき、こんなんでもね、こうやって花入れたりね、こうやってするけん。常連さんが何組かおるんよ。その人らだけでもね、みんなで楽しい生きていけれるぐらい。きっかけは何かあったんですか？ね、子供がやばし学校行きたい言うんでね、牛乳配達したりヤクルト配ったりタオルの方縫ったりね、こうそんなことしかしてなかったね。大学行くんやったらそれぐらいやったらやれぬくいけんね、挑戦で店やってみようかな思ってね、焼き鳥屋さんがしてとる鉄板を拾ってきてね、32年使うよ。何も買わずに店しないた。もうこんなもんみんなもらい、テーブルももうみんなもらいもん、みんなに。お店を始められる前までは何を、おじいさんとおばあさん見よった。20歳で結婚してね、ずーっと親と一緒におった。大変やった。これが家なんよ、うちの。これが家。でね、ここからね、ここから出たら気持ちええよ、兄ちゃん。ここからこうやって。ここからね、この浜見て、この島が見えるんよ、この。ねえ、いい感じやろ。
これはねカレー粉ちょっと入れるよ。カレー粉やっぱしおしっかり感情見てね。よく入れるんよ。よいしょ。で、よいしょ。もうね、2個ずつ入れよったんやけどね、今日から1個ずつ一応書いてみよったんよ。もう何もかキャベツもみんな上がってきたけんね。1ヶ月1万円違うけんね、そうやってしたら。キャベツがもうすごい高い。248円、これ、ちょっと大きかったら300円余る。これ多摩川の卵、多摩川でね、本当に海立ち買うてきてくれる友達が、その日に雲南を買ってきてくれる。ありがたからみんなが助けてくれるの。これだけは全部売れたらね、1日ね、よけ売れた方。これだけ売れたらね、もう終わりっていう感じ、1日が。売れんかったらあいとんよ。これだけとあれだけ売れたらね、もう要せん。足が痛い。家とこのお肉屋さんの会よ。筒井さん言うてね、家お肉屋さんの会よ。綺麗な肉やろ。これ今デートやけんね、ちょっと外に出た方が色がようなるけどね。私も来たんやけどね、キャベツは切ってないしの。ああ、はないしね。切った切っとった。すいません。まだ休みやったっけ。あやんやっとこは。いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。全員食べてた。全部食べて。ああ、よかったね。ね、ほんとうちはパーティーで学校も出ないっていうわけじゃないのにね。いい子ちゃん、本当の年は77歳。三宅さんだから、それもいきやつも、新聞載ってたけどね。あら、そう。 16日から撮ったやつなんか、これ。うんうん、ほうほう。あれからほんなら形もいったよね。バトルが良かったよな、多分。私は見に行くやだから危ない危ない。一日中ばかり朝から朝からもう一日中よ。ねえ、私もいつもそうやって生きとるよ。お母さん長い。32年。32年か。昔は5、60しかなかったやなかろうか。13年かかったんよ。そこまで諦めずに。朝の息子よ。すごいね。で13年目で通ってね。だけど嫁さんの親が全部出してくれてね。12回すべて。そんだけその何かね、精神的にその続くのがすごいなんかね。ほぼ3人でなんやとお金400万ぐらい。あれ今年見方も仕方も知らないね。
あと殺しに行くって書いとったで分かった。単身無理でこっち来るけどね。いや、ただね、する気にならんけん、失敗せいで。これがまた何や。はい、出来ましたよ。はい、海苔つけてください。はい。ああ、このもんでいい。はい。どうかさんいただきます。はい、どうぞ。ごめん。ごめんね。今日はね、そば入りもだ。美味しいですよ。この麺食べやすいですよね。もうバッチリでした。変わらず。もう刺身食べたんやけど。最初ともちかさんだけだったんですけど。お好み焼き一つ焼いとってくれる？焼く私。ひなが取りに来るけん。わかったわ。焼くわ。これで取って。いいよね。いいよ。どんな方ですか、みーこちゃんって。賑やかだね。面白いよ。焼きそばも美味しいしね。お好み焼きはない。いい？はい。はい、どうぞ。はい、できたよ。ありがとう。はい、できたよ。のりつけ。はい。今日はそれはお持ち帰り。家が近いんで、このお皿に乗せてもらってます、いつも。お好み焼きです。湘南では本当に人気の商品なんですけど、いつも本当に味が変わらなくて美味しいなとは思ってます。はい。いらっしゃい。あけん見ないな。そうぐらいやね。そうぐらい。そういうことなんや。はい。うちのワンコがね、診察に今見てもらってるんですよ。ぐるぐる回ってて、あ、いい雰囲気だな。うまかったです。多分通院することになるんで、お昼はここで。はい、いらっしゃい。待ってよ、まだ今から焼きよってね。はい。はい。食べれた？全部。よかった。お店にはよくお持ち帰りで来られるんですか？
お好み焼きも美味しいんやけどね、今日は焼きそば。もうみこちゃんのとこは昔からね、味が変わらんで美味しいんよ。もう長い付き合いやわ。あ、それタレがね。うん。お姉ちゃんすまんけど。はいどうぞ。よいしょ。お兄ちゃんどうぞ。はい、のり付けね。はい、50万両。おいしい。猫もええ仕事しとるね、猫ちゃん。お好み焼きは3つと、一晩まで帰るんよ。ありがとう。はい。昨日そばも行ってね、大変なことになってて。ロケの匂い嗅ぎつけたね、ちっときれいな。なんでもええわ、これでもスカウトも来るんじゃないけん、まあ、このおばさんでも行けるとこや。男ができ。まあね、お客さんが朝から来とったんよ。3人来て、また種類が違うんよね。カオルさんとこはジャガードで、折って文字入れる。ファイルで柄出したの、あら、そうだ。わかる？右で聞けと、ああ、ほうでほうで。大丈夫いいか。撮影にしとるけん、モダン焼きでもあったら食べるのじゃ、紹介。食べるんだ。そうそう。中入ったりか。ちょっと様子伺いに。ほんなら、もろとこうか。何でもあげるよ言うて。なんぼ？かけすぎた。ごめん。家何おじゃまもう本当どれだけ嬉しいやらからもう本当山のように嬉しい。ありがとう。6月14日。おいしい。うん。変わらぬ味。お店にはよく来られるんですか？くるくる、来ない週はないよね。仲良し友達やから何時間もいるよね、コーヒー飲んでね。何日も。そうよ。もうそれはちょっともうバーよりが生き生きなんこでね、一生懸命やるようになります。いかんなる。たまによる常連さんがね、そういうふうなネタ間違って気持ちもあったよ。大一郎君やろ。丸君の大将がアレンジして。丸君の大将の友達や。きれいなんてね、そう、毎日よかったんやけど。まあね。すごいな。名前選んで。
嬉しい。名付けの親なんね。旦那さんがタイ釣ってくるけん、鯛めしもしよった。鯛めしもパックで売ったりとかして。250円で売れたんよ、パック。釣ってくるけん、ただやけん。やけんもう。本当ありがとう。また可能したいか。そうやね。大浦に。丘と青梅の境目の。この鉄板に味がついとるけん、この鉄板から味が出るような気がするんよ。やけんもうこの鉄板は貴重って思ってね買えんの。絵的に寂しいね。モダン焼きカバーとかあるのに。お父さんにちょうど50円30円。今日から卵が一つでした。悪かったね。卵に。キャベツもこの間テレビ三つ浜焼き、その松山のおばちゃん、食べたらここの半分やったらね。よく来るけど初めて来たお客さんとかはもうすごいめっちゃ大きいねってお腹いっぱいとか言って帰るお客さんがほとんどです。人柄とか。まあこの通りです。飾らないし、初めて来とるお客さんにももう何年も来とるねみたいな言い方で、この人柄で多分来るんやと思います。また来ます。じゃあね。はーい。美味しかった。なんかサービス品みたいな感じでね、私も調子もんやけんね、嬉しいよね、みんな来てくれたらね。足が悪かってもね、1日5枚か10枚しか焼けんかってもね、一応は店をずっと開けときたいなと思うよ。卵、きれいな卵やろ。だった？そうだわね、欧米でまたあそこのところのサービスエリアのところ。ここまでこうやっていった方がおいしいになって。鯛めしもこれ一生炊いた鯛めしがもう辛い。二升炊いたね。上がれんわ。せっかく来たけん。新都市までは上がれんわ。これ安いけど。うどんも売りよったんよ。おでんもうどんもそばを人雇ったんよ。ライトまであるよ。私のばあちゃんよりうまいんじゃない